海上自衛隊最新のイージス艦であり、最大の戦闘艦艇である、マヤ型護衛艦。それに対して、中国海軍最新の駆逐艦であり、最大の戦闘艦艇である、連敗型駆逐艦。そのどちらも、国際的には巡洋艦にも分類されるほどの大きさで、就役したタイミングもほぼ同じであり、両国にとって現時点で最強の水上攻撃艦艇と言えます。お互いの国の海軍力を比較すると、すでに艦艇の数では中国が日本を凌駕しているわけですが、下手をすると質においても追いつかれてるかも。ということで今回は、この2隻の戦闘艦の性能を、複数のパートに分けて徹底比較します。前編の今回は、艦のステルス性やサイズ感、機関や速力、搭載する手法、対空ミサイル、対艦ミサイルの性能について比較します。次回の後編では、対潜水艦兵器の性能比較に加えて、この手の艦艇では最も重要と言っても過言ではない、レーダーの探知距離や精度、ミサイルの射撃管制、誘導に関する性能を詳しく比較しますので、次回もぜひご覧いただければと思います。まずマヤ型ですが、海事の戦闘艦艇の中で最も大きな船であり、排水量、全長などは頭一つ抜け出ています。これは後述する機関、コグラッグの搭載によって、その各種装置を収めるために、船体長がアタゴ型から約5メートル延長されたことが大きな要因となっています。しかし、中国の連敗型は、そんなマヤ型よりもさらに一回り大きく、排水量は3000トンも多く、全長も10メートル以上長いなど、米国の巡洋艦、タイコンデロガよりも巨大で、完全に巡洋艦の様相を呈しています。この巨大化に伴い、VLS のセル数増加など、搭載兵器が大きく増強されているのが特徴です。また、格納庫についても大型化され、搭載ヘリコプターも従来より大型の Z18 を2機搭載することが可能となっています。この Z18 は、重量約13トンの超大型ヘリで、その大きさは西側で使用されている艦載哨戒ヘリ、SH-60 をはるかにしのぎます。艦の外観的には、双方ともにステルス性を意識しており、煙突のスリム化や船体外部の凹凸をできるだけ遮蔽するなどの対策が講じられていますが、連敗型の方が、ステルスマストを採用するなど、パッと見のステルス性は高そうな印象です。まあ実際には外装に使用する素材などにもよるので、あくまで見た目の印象です。乗員人数についてはどちらも約300名となっており、リソースの少ない日本にとっては、さらなる精進化が求められそうです。続いて搭載する手法です。海上自衛隊においては、以前はイタリアのオートメララ社製の艦砲が主流でしたが、近年ではマヤ型も含めてアメリカ製の、マーク45、5インチ砲、が搭載されています。マーク45、5インチ砲は、オートメララ砲に比べて連射性能は劣るものの、射程や射撃精度が向上し、対地攻撃も想定された艦砲となります。また、連射性能を落としたことによって駆動機構が簡素化され、軽量化とともに信頼性も向上しています。これに対して連敗型ですが、中国の新型艦載砲、HPJ38、70口径 130mm 単装砲、が搭載されています。これは、ロシアの連装砲である AK130 の技術をもとに開発された大型の艦砲です。もともと大口径艦載砲の開発経験に乏しい中国にとっては、実績のあるロシア砲を分解、解析することで、信頼性の高い艦砲を開発することを目的としました。元となったロシア砲は、マウント重量が約100トンと、近年実用化された艦載砲の中でも最も重いクラスに属し、搭載可能な艦艇が限定されるという難点があるため、本艦砲の開発では、重量軽減が重要な課題となり、連装砲だったロシア砲を単装砲とし、砲火や砲の不要旋回機構、反動吸収系統など、ほとんどのシステムを新規設計したとされています。
その結果、新型中国砲の砲塔重量は50トンと、ロシア砲の半分の重量まで抑えることに成功しました。砲塔直下には砲弾ドラム2機が配置されており、各ドラムには異なる種類の砲弾が装填可能で、射撃の際は、任意の弾種を自由に選択することができる模様です。この中国砲の射程はマヤ型のマーク45に及ばないものの、その分連射速度が速いので、これについては単純にどちらが優れているとは判断できませんね。続いて対空ミサイルについて見ていきましょう。今回は純粋な対空ミサイルのみの比較とし、弾道ミサイル防衛の迎撃ミサイルなどは割愛します。まず最初に、ミサイルを発射するキャリアである VLS についてですが、マヤ型は艦の前後に VLS を搭載しており、計96セルの容量を持ちます。一方の連配型も艦の前後に独自の VLS を搭載しており、マヤ型を上回る112セルの容量を持っています。搭載する対空ミサイルは、マヤ型は射程167キロのスタンダードミサイル、SM2 と、大幅に射程を延伸した SM6 も搭載予定です。SM6 の特徴は、400キロとも言われる長射程に加えて、同時光線目標数、余裕の増加です。SM6 は、ミサイル発射後、目標の近くまで誘導さえすれば、搭載しているシーカーが単独で終末誘導を行うため、艦に搭載した射撃管制レーダー、イルミネーターの制御を受ける必要がなくなり、その分だけイルミネーターの負担が減るため、同時光線目標数に余裕が生まれると言われています。また、この SM6 は通常の対空攻撃のみならず、限定的ながら弾道ミサイル迎撃能力や、対艦攻撃能力まで持ち合わせたオールマイティなミサイルのようです。一方で中国の連配型には、従来の対空ミサイルの能力向上型、HH99B が搭載されており、射程は SM2 をしのぐ250キロ程度で、誘導精度の向上も図られているようです。ちなみに本型には、米国のラムのような近接防御ミサイル、HH90 も搭載されているので、シウスとしてはファランクスしか装備していないマヤ型よりも、防空装備は充実していると言えるのかもしれません。次に対艦ミサイルですが、マヤ型は国産の90式艦対艦誘導弾を搭載し、射程は150キロ程度と言われています。ただし、マヤ型2番艦の、ハグロには、最新式の107式艦対艦誘導弾も搭載されることになっており、これは射程300キロと、90式に比べて倍ほどの射程を獲得しています。また、同時弾着の機能も付加されており、大幅に能力が向上しています。おそらくは1番艦のマヤにもこの107式がバックフィットされると思います。これに対して連配型は、VLS 発射型の超音速対艦ミサイル、YJ-18A を搭載しています。YJ-18A は、中国で初めて VLS から発射可能とした対艦ミサイルで、設計は、ロシアのクラブ型巡航ミサイルを元にした、との情報もあり、従来の対艦ミサイルよりも、射程や誘導、命中精度は大幅に向上していると思われます。また、真偽不明ではあるものの、本ミサイルの最大射程は500キロオーバーとも言われており、その気になれば122セルもある VLS の全てに YJ-18A を搭載することも可能、とのことなので、連配型単艦でアウトレンジから一方的な飽和攻撃が可能となるため、それをやられるとイージス艦でも防ぎ切るのはちょっと難しいかも。ちなみに連配型では YJ-18A の他にも、さらに射程の長い極超音速対艦弾道ミサイル、YJ-21 も発射可能との情報もあるので、そうなると余計に厄介ですね。続いて艦の推進方式や馬力、速力を見ていきましょう。まずマヤ型ですが、ガスタービンと電動機のハイブリッド方式であるコグラッグが採用されています。コグラッグとは、ガスタービンエンジンと電動機による複合推進方式のことで、
低速、巡航時はモーターを使用、高速時にはガスタービンも併用してパワーを得る方式です。従来のガスタービンエンジンは、低速時など低出力で航行する際に燃費が悪化する欠点がありましたが、本システムでは、低速時にモーター駆動とすることで燃費を改善しつつ、必要な場合にはガスタービンを併用してブーストする、という仕組みです。一方の連配型は、軍艦としてはスタンダードな仕組みであるコガーグを採用しています。コガーグとはガスタービンエンジンを複数組み合わせた推進方式のことで、前述の通り、ガスタービンは出力を落として航行する際に極めて効率が悪くなるため、それを解決するため、複数のガスタービンエンジンを搭載し、低速航行時はそのうちの1機だけを全開で駆動させ、最大出力に近づけることで、燃料効率を改善するものです。世界のトレンドとして、今後はマヤ型のような電気推進を組み合わせた方式が主流になりそうですが、回転効率の異なる複数の動力源を持つというのは、それを接続するためのギアボックスの設計が難しい、と言われており、その点では日本の技術が上を行っていると思われます。ただし、連配型の実用航続距離は1万キロ以上と言われているため、燃料費を度外視して航続性能だけを比べた場合には、日米に肩を並べたと言ってもいいかもしれません。さて、前編の今回はこれにて終了ですが、次回の後編では対潜水艦兵器の性能比較に加えて、この手の艦艇では最も重要と言っても過言ではない、レーダーの探知距離や精度、ミサイルの射撃管制、誘導に関する性能を詳しく比較しますので、ぜひ次もご覧ください。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。